こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は給食制度について考えてみたいと思います。大企業においてはこの給食制度、ほぼ導入されている実績はありますけれど、中小企業ではまだまだ進んでいないという状況になっております。近年ですね、給食制度の制定に関する相談というのが増えてきております。その背景にはメンタル不調者というのが非常に増えてきている。そしてメンタル不調により長期に欠勤をするという方が増えてきている状況の中で、会社に給食制度を導入をしたいという相談が多いという状況になっております。そして、今回の概要ですけれど、まずは増加するメンタルヘルスの求職者について見ていきたいと思います。そして、その際に活用できるのが給食制度ということで、この給食制度の概要、メリット、デメリットなどについて解説をしていきます。給食については会社を休む、仕事を休むということですけれど、似たようなものに給食、休業、欠勤とありますけれど、それぞれの違いを見ていった上で、では給食制度を導入運用していこうという場合の運用するときの注意点ですね。そして最後に自社で給食制度が必要かどうかといった場合、検討する際に最後にチェックするべきポイント、まずは考えるべきポイントについてご紹介をしていきたいと思います。増加するメンタルヘルス求職者ということで、メンタルヘルス不調によって連続1ヶ月以上休業した労働者、または退職した労働者がいた事業所の割合というのは 12.8% になっております。前年の調査によると 13.5% なので、減ってはきているという数字にはなっておりますが、休職せずに退職というのは入っておりませんので、実質はもっと増えてきているのかなというふうに考えております。そして、このメンタルヘルスへの対応ですけれど、まずは事前の予防として、以前も他の動画等ではご紹介をしておりますけれど、ストレスチェックにおいて早期発見というのが重要。また、こちらも別の動画でご紹介をしていて、労働基準法改正の改正対象内容としては入っておりますが、まだ法制化はされていない、つながらない権利ですね。業務時間外の連絡が、やはり、メンタルヘルスに悪影響を与えているといった状況。さらにですね、すでにもう法改正で義務化されておりますけれど、各種ハラスメントというのもきちんと防止措置を講じていかなければいけない。このような形で従業員のメンタルヘルスを守る取り組みというのを行った上で、それでもどうしてもメンタルヘルス負傷者が出てしまうといった場合はですね、やはりその原因の究明と対策というのが非常に重要になってきます。内容としてはですね、業務過多であったり、ハラスメントが原因であったりといった場合がありますので、その原因に応じた対策というのを講じる必要があります。そして、当該メンタルヘルス不調者に関しては、休職をしていただいて、早期に職場を復帰に、そしてまた今まで通り元通り元気に働いていただくというルール作りというのが必要になってきます。やはりメンタル不調というのは欠勤だけでなく遅刻相対集中力の低下というのを招き、就労の質を下げることになりますので、そういった部分へのケアというのも企業として必要かと思います。そして、この給食制度ですけれど、この給食制度に関しては、業務外での病気や怪我などにより就労が難しくなった労働者について、一定期間解雇を猶予するなどを目的とした制度ということになっております。通常ですね、就労が困難な労働者に対して、企業が休職命令というのを出して休職させるのが一般的になっておりまして、大企業においてこの休職制度の導入率というのは 99.7% と、ほぼ 100% 導入をしている。ただ中小企業ではあまりまだ導入していない、明文化されていないというのが実態ですけれど、この給食制度のメリットに関しては、企業側としてはですね、感情的対応を避けて紛争リスクを低減できる、いわゆる退職勧奨の乱用を抑制できるというところ、そして、復職のプロセスというのを設計できて、現場復帰の成功率というのは上がってくるといったことに役に立つ。
また、労働者側としてはですね、休職することで不安が軽減されて、治療に専念がしやすい。また、復職の見通しも立って、会社との連絡方針等も整理できるので、安心ができるといったメリットはある。一方、デメリットですけれど、運用がうまくいっていないと、この休職が長期化をしたり、労使間での摩擦が増えるということになってきます。そして、復帰の基準というのが曖昧になっていると、戻さないということで、対立して休職も長期化をしていくという傾向にあります。また、この休職がですね、長引くと周辺の従業員への負担が増えてきて、その結果、士気が下がって、二次被害というのが起きる恐れもありますので、注意が必要です。では、この休職ですけれど、仕事を休むというところに関して、休職、休業、欠勤とありますけれど、それぞれの違いについて見ていきたいと思います。今回ご紹介をしている休職ですけれど、こちらに関しては法律上の定めがなく、期間や手当なども企業の判断に委ねられているものとなっております。就労が困難な労働者の就労義務を一時的に免除ないし禁止をするものという扱いになっております。一方、休業ですけれど、こちらは多くの場合、労働基準法に明記されている内容ですけれど、いわゆる育児休業、介護休業、そして労災での休業などが法定されていて、その手当、給与に関しても明確に規定をされているものが多いと。そして、休業させる場合には、休業手当としてですね、平均賃金の6割以上を支給しなければいけないと法定をされているという状況になっています。また、欠勤ですけれど、こちらは就労義務がある日に関して、ご自身の都合、自己都合で仕事を休むことになりますので、労働義務は免除されていない。いわゆる就労義務がある日に、労働者が役務を提供しないということになりますので、これらがこの3つの違いという形になります。では、休職制度運用のポイントですけれど、この休職制度に関しては、病気を治す制度ではなく、就労できない期間の取り扱いと復帰までのルールを定める制度だと思ってください。その復帰までのルールの各ポイントですけれど、まずは入り口、休職時の判断。こちらに関してはメンタル不調というのはですね、やはり本人の自覚と就労能力が一致していないことがよくありますので、意思や意見、本人の希望、会社の判断などがとても衝突しやすい領域になってきます。こういった部分の明文化、ルール化、そしてですね、休職の判断の際に、類似疾患などの通算制度なども検討する必要があります。また、休職中の連絡対応に関しては連絡の頻度ですけれど、あとは死傷病手当金等の案内、そういった案内をしてあげるというルール化。また、最後に出口、復職の場合ですけれど、この復職の判断基準、ここですね、主治医の意見ですとか、さらに会社の判断、まずは試し出勤などの制度を設けて、スムーズに復職ができるようにトラブルない復帰といったところでルール化というのは必要になってきます。そして、当然ですね、休職制度に関しては相対的記載事項になりますので、就業規則にしっかりと明記をする必要があるということになります。そして最後にチェックすべきポイントですけれど、まずは自身の会社に休職制度が必要かどうか、あるかないかといったところの判断になります。まずは休職制度がある場合ですけれど、その場合はですね、休職の判断というのが俗人的になっていないかというのをまずはチェックしてください。そして、復職に関してもその基準が明確になっているか、判断が透明化されているかといったところをチェックする必要があります。また、休職制度はないという会社もあるかと思います。その場合はですね、制度の必要性の検討ということで、直近の休職者の有無ですとか、従業員ニーズなどをヒアリングしていただければと思います。そして、休職制度の有無に関わらず、やはり休職者発生における業務代替者の検討というのも必要かと思います。もしくはですね、事前に業務分担制度等を構築しておくというのもですね、休職
または人手不足対策として非常に重要になってきております。社員のマルチ化ですとか、複数担当制などを導入している企業も今増えてきております。給食制度というのは会社が導入するものではあります。そして社員のためのものだけではなく、会社を守るための制度でもあるという認識を持っていただければと思います。では自社で導入をしたいと思った場合どうしたらということになりますけれど、やはりですね、この制度に関しては会社の規模や業種等によって異なってきますので、対応を検討してみたい、自社の場合はどういう制度を入れたらいいのかという気になる点があればですね、まずはお気軽にご相談ください。最初は情報収集からと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。